피싱 갱 주사フィッシングギャングのあずさです。たった今、釣りから帰ってきました。で、今回は調光後のメンテナンスについてご紹介していきたいと思います。メンテナンスをしないとですね、ロッドの場合、こういったガイドが、錆びてきてしまって、こうキャストしたルアーがこうラインを通るときに傷つけてしまう可能性があります。その他ですね、リールはメンテナンスしないとこの中に塩が固まってしまって、回転性のこうシルキーな巻き心地っていうのがなくなってしまいます。ちょっとゴリゴリしてきたり、シャリシャリしてきたり、そういったこう巻き心地に影響したりだとか、このドラグ糸の滑り出しが悪くなったりだとか、ラインを傷つけてしまったりだとか、こう悪循環がたくさん出てくるので、それを防ぐためにメンテナンスはしないといけません。それではですね、調光後のロッドとリールの洗い流し方をご紹介していきます。まずはロッドとリールを外します。はい、まず外します。それでどちらかでもいいんですけど、まず今回は竿から洗うのでリールは置いておきます。で、この時ですね、グリップの部分、こういうタイプであれば、緩めておいてください。こうカタカタするまではいかなくても緩めるようにしてください。がっつりロックしてしまうと、この中に塩が残ってて洗い流せないってことがあるので、こっちは緩めます。はい、これで OK です。ロッドを洗う場合はですね、ぬるま湯を使うようにしてます。それはなぜかというと、塩分がしっかり落ちるので、自分の場合はぬるま湯で流してます。それではやっていきましょう。はい、まず竿はですね、1本ずつ洗います。こう2本束ねてバーって流しても結構細かい部分が落ちなかったりするので、1本ずつ取って洗います。ちょっとぬるま湯で調節します。はい、ぬるま湯になりました。そしたら、上から流して下に落としていくような感じで、しっかりガイドの部分をこう撫でるように、こうガイドに塩がたまるので、そこをこう撫でて下ろしていくような感じで流していってください。で、結構この中にも、結構塩が入ることあるので、中にも少し入れてあげて、振ってしっかり水気を切ります。はい、ここで上の部分は完了で、続きまして下の部分も同じように上から下に下ろしていくような感じで、しっかりこう塩分をね、落とすような感じで洗っていきます。で、結構グリップのところって汚れやすいので、普段毎回はやらなくていいんですけど、スポンジとかそういうので磨いてあげると、こういう EVA グリップ、こういうスポンジ系のグリップがツルツルがまた戻ったりします。5、6回調光いったら1回ぐらいの目安でやってみてください。あとこのグリップですね、ここも塩が溜まりやすいので、こうやって分解できるタイプであれば1回外して中もしっかり流してまた戻します。またこの時も緩いぐらいで戻します。これで竿は完了です。今からこちらのリールの方を流していきたいと思います。はい、流す前にですね、まずこちらのドラグノブをしっかり締め込みます。これなぜかというと、中のこのドラグ性能を支えているグリスを今からシャワーで流して、流してしまわないように、一旦押さえつけて圧でこの水の侵入を防ぎます。洗うときはまずこれを忘れないようにしてください。それではリールを流していきたいと思います。リールの場合はぬるま湯ではなく真水で洗ってください。ぬるま湯だと、リールの中に入っているオイルが熱で流れ出てしまうので、必ず真水で流すようにしてください。真水になっているのを確認したら流していきます。それでは流します。まずですね、こうドラグノブの周り、ここは結構塩が溜まりやすいので、しっかり上から当てて、周りに弾き飛ばすようなイメージで、流してください。はい、その後ですね、このライン、こ
糸も結構この塩がたまるので、しっかりと流しながら一周回してください。そしてこのラインローラーですね、こっちも結構塩がたまるので、こっちも念入りに流すようにしてください。そしてこのハンドルのこっちの溝になっている部分も、結構塩がたまるので、こちらも、流すようにしてください。あとは全体的に流せばこれで完了です。流し終えたらしっかりと水気を取ってください。これで完了です。はい、戻ってきました。今からですね、先ほど洗った時に、ついたこの水気をタオルで取っていきたいと思います。結構このやっぱりガイドに水気が残りやすいんで、しっかり。はい、今拭き終わりました。拭き終わったらですね、タオルで拭けない部分がまだ乾いてないので、風通しがいい場所、そして日が当たらない場所で、自然乾燥させます。今乾燥させました。ロッドの場合はもう乾燥したらそのままでいいんですけど、リールの場合はまた乾燥させた後に、少しメンテナンスをしないといけません。まずラインのメンテナンスから、紹介していきたいと思います。使用するのはこちら P ニッシュ、これは何なのかっていう話なんですけど、これは、ラインをフッ素でコーティングします。それによってちょっとツルツルになるので、飛距離が伸びたりこの絡まったりとか、そういう、トラブル、そういうのを、防いでくれるのがこのコーティングスプレーです。では使ってみましょう。はい、今この P ラインにこのスプレーをかけていくんですけど、このある程度使ってきた P ラインって少し色が落ちてます。でこのコーティング剤をかけると色が濡れた感じの色になります。見てください。ではかけていきます。回しながらですね、しっかりムラなくこれで一周しっかりかけました。かけたらもう色が変わるので、そのムラがないように一周させて全部かけるようにしてください。次にリールスプレーオイル、こちらを使用します。今回はシマノのリールなので、シマノさんが出しているオイル、これを使ってメンテナンスしていきたいと思います。はい、じゃあまずセットしていきます。まず外して、これが取れるので、くっつけるだけですね。主にですね、これはもう最新機種のモデルなので3箇所だけ入れていきます。はい、じゃあまず1箇所目はまずスプールを外します。スプールを外して、このメインシャフトっていって中の軸が出てくるんですけど、これが中に入ってるメインギアとつながってて、中の部分にこのオイルを刺す時に注意する部分がこのメインシャフトになります。そこに少しだけかけます。
ぐらいですね。ほんのちょっと、本当に少しで大丈夫です。で少しこう回転させてこう中になじませていくようなイメージですね。これで中に染み込んでいってるので、メインシャフトはこれで OK です。はい、次はですね、ラインローラー。このラインローラー、このラインがドラッグが出るときに、回転するようになってる仕組みなんですけど、やっぱりここが回転悪くなってしまうと、このドラッグがスムーズで出なかったり、ラインに傷つけてしまう原因になるので、ここはしっかり回転しているかどうか毎回確認することと、メンテナンスを、怠らないようにしてください。はい、これでもう十分ですね。で少し回してこう中に染み込ませていくようなイメージです。基本的にはラインローラーは結構この消耗品というか、中のベアリングにこう塩以外でも泥とかそういう砂とかが少し入り込んできて、劣化はするので、ここは定期的に、メンテナンスに出さないといけません。なのでこれやるのはもちろんなんですけど、ここは特に、チェックですね。調光後にしっかり回ってるかなっていうチェックはするようにしてください。次はですね、ハンドルノブ、ここの部分、はい、ここにもベアリングが入ってて、この巻き心地に影響する部分ですね。今ちょっと回転が少し悪いです。すぐ止まってしまうんですけど、ここにオイルをさすことで、より回転が滑らかになって、リール巻いてる時もストレスがないという感じにつながるので、ここもオイルをさしていきます。はい、結構すぐ止まる感じなんですけど、こっちももうワンプッシュぐらいでいいですね。プシュッと、はい、これで十分です。これでこっちも回して、なじましていくようなイメージですね。はい、これで完了です。メインシャフトとラインローラー、そしてハンドルノブ、この3点で、調光後のこのオイルさしたりするメンテナンスはこれで OK です。以上が調光後に行うメンテナンスです。リール、そしてロッド、これをしっかりメンテナンスすることで、ストレスフリーな滑らかな巻き心地と、このラインを傷つけたりだとか竿が折れたりというそういうトラブルも防ぐことにつながりますので、皆さんもぜひですね、調光後には必ずメンテナンスするようにして、道具を大事にして釣りを楽しんでください。はい、今回もありがとうございました。Fishing gang.